おはようございます。無職の TK です。今日はアメリカの歯医者と医療費について話そうと思います。アメリカは保険料が高いので、残念ながら病院へは行けません。悲しいですが、アメリカの医療はお金持ちのものです。おいらのような無職は医療を受けることができません。前回のブログで紹介したように、2008年に日本で100社面接を受けても内定がもらえなかったことが原因で、うつ病と闘っています。しかし、アメリカの医療費はとても高額なので、病院へは行けません。気合で乗り切ります。もし日本にいた頃と同じくらい病院に通いたければ、月々7万円ぐらいの医療保険に加入しなければなりません。大企業にお勤めの方なら、いい健康保険を提供されるそうですが、無職のおいらが個人で7万円の保険に加入するのは無理です。渡米するときに加入できる海外医療保険が13万円くらいであったと思います。当時はそれに加入しようかと悩みましたが、1年しか有効でないのと高いと感じて加入しませんでした。結果的には最初の1年間は病院へ行かなかったので正解でした。おいらはアメリカ移住2年目に虫歯の激痛に襲われて、不覚にも歯医者さんに行ってしまいました。振り返ってみると、アメリカ在住10年で虫歯治療7回、腕の骨折4回、救急車1回、病院を利用してしまいました。情けないです。腕の骨折と救急車搬送はおいらがもっと賢かったら避けることができました。反省します。しかし虫歯だけはある日突然やってきます。歯科保険はあったらいいなと思いますが、歯科保険がカバーされているものは一番高額です。ちなみにうちら夫婦は人間の健康保険には未加入ですが、飼っている猫の健康保険には加入しています。人間よりも猫の方が大切です。気アスペにサプリメントをたくさん飲んで健康を維持しているところです。アメリカで最初に行った歯医者は Google で検索してトップに出てきた日系の歯医者さんでした。歯科検診と見積もりをお願いして44万円とのことでした。もちろん治療を断りました。根幹治療1本でこの値段です。ペンチで歯を抜こうかと悩みました。この日系歯科グループの歯医者さんはマンハッタンのど真ん中にあるためとても高額で、駐在員さんやしっかりした保険のある人のための歯医者さんだと分かりました。他に安くて治療できる歯医者さんがないか探してみると、ニューヨーク大学の学生に治療してもらうのが根幹治療1本で18万円と安かったです。最先端の設備と低価格で受けられることが人気で、最後はしっかりと医師が治療してくれます。この日は夫婦でエクササイズに来ました。健康維持は大切です。おいらはチャイナタウンの歯医者さんをおすすめします。根幹治療1本18万円ほどですが、学生ではなく歯科医に治療してもらえます。
アメリカではかぶせ物に銀歯を使わないので、ハーフセラミックのかぶせ物で合計18万円だったのでお得だと思います。日本でもセラミックのかぶせ物は保険対象外なので、この値段だと悪くありません。一括で18万円支払うのではなく、通院した回数で分割して支払うことができました。負担が軽くなり助かります。1本の根幹治療を4回に分けて丁寧に治療してもらえたため、光学顕微鏡を使用していないにもかかわらず、日本で根幹治療をした時より調子がいいです。やってしまいました。2014年。友人と腕相撲をしていたら、上腕骨がバキッと音を立てて折れました。アメリカで盲腸の手術をすると200万円と噂を聞いたことがあったので、人生積んだと思いました。アメリカでは病院に行かないと決めていたのですが、腕が激痛のため先生に見てもらうことにしました。そもそも骨折なんて人生初めての体験です。レントゲン技師が腕を上げてみてくださいと何度も言いますが、完全に腕が折れていたので上げられるわけがありません。殴ってやりたかったですが、腕が折れていて殴れませんでした。何のためのレントゲン技師でしょう。先生もレントゲンの写真を見て、手術にするか保存治療にするか悩んでいました。オイラに保険がないことが分かって、一番安価なギブス固定で様子を見ることになりました。保険がない人は最低限の治療で終わりです。もし腕がうまくつながらなければ右腕を失うのではないか、毎晩不安でした。半年後、なんとか腕はつながったものの、腕が少し曲がって完治してしまいました。やはりこれだけ完全に骨折した場合、ボルトでつないだ方が早くて確実です。骨折したらすぐにボルトでつなぎましょう。無職の TK は人よりも体が弱くて、よく貧血で倒れます。その日も友人と外食をしていたら、気分が悪くなってトイレの前で1分くらい横になって休みました。席に戻ってまた食事をしていたら、救急隊員がレストランの中に入ってきて、オイラは店の外に連れ出されました。店の人が心配して救急車を呼んだみたいです。血圧だけでも測ろうと無理やり救急車に拉致されて、そのまま病院に連れて行かれました。後日病院から請求書が届きました。7万4千円でした。外食が高くつきました。皆さんはもし救急車が来ても乗車拒否してください。おいらの骨折の経験からもわかるように、大きな怪我の場合は保険がなくてもなんとかなります。怪我の場合は短期間で退院できますし、病院のお金の請求は手紙で後から来るので借金は膨らみますが、治療はしてくれます。アメリカの先輩日本人の方々を見てきましたが、ほとんどの人が健康保険に加入できていなかったため、がんのような大きな病気にかかってしまうと、アメリカで治療することは不可能なため、皆さん日本に帰国してしまいました。アメリカ移住は健康がすべてです。おいらも年だからそろそろ保険に加入したいです。看護師とか公務員、大企業で働かないといい保険はつきません。無職の TK が自分で加入するとなると月々7万円くらいかかります。
40、50、60と年を取るごとに保険料もうなぎ登りに高くなるみたいです。地獄です。アメリカでは病院にお世話にならなくていいように健康に気をつけてください。年を取ったらコロッと死ねるのがおいらのアメリカンドリームです。今日も一日お疲れ様でした。チャンネル登録とグッドボタン、コメントよろしくお願いします。おやすみなさい。